鉄人28号をシルバーにしてみました。3ヶ月ぐらい前かな。グッドスマイルカンパニーの鉄人28号をね、作ったんですけれども、今回はね、それをシルバーにしてみようかと思います。よろしければ最後までご視聴ください。ちょっと分解して塗っていきます。クレオスのね、ウルトラシルバーを使いたかったんですけれども、途中からね、スーパーステンレス2を混ぜていき、結局1対5ぐらいでもうスーパーステンレスになっちゃってるんですけれども、こんな感じで、このままでね、もうかっこいいんですけど、何もしない方がいいかなとも思います。でこの塗料ね、磨くと光るんでね、ちょろっと磨きました。この後ウェザリングで汚しちゃうんでね、少しだけ磨いてみました。色はね、どうしようかなとも考えたんですけれども、オリジナルとそんなに変わらない感じでいこうかなと。今更なんですけど、合わせ目がね、ちょこっと気になるところもあったんで、パテで埋めていきます。で、このパテね、水で溶いたんですけれども、水少なめの方がいいかもしれない。それか全く入れないかね。ちょっと引けが、水入れた方が引けが多い気がするんで、使いやすいパテでした。関節はね、ちょこっと質感を変えてみました。アクリル塗料をちょこっと塗っただけです。でね、接着剤の瓶を倒していて、そこにこの鉄人を置いていたので、背中がね、溶けちゃったんですけれども、仕方ないのでこのままいきます。前向きに考えてね、戦いの中でこうなってしまったということにします。で、とりあえずいつも何かと使っちゃうんですけど、このファレフォのメタルカラーのブロンズの蓋のね、裏の塊をよく使ってます。ちょっと変色してるかもしれない
です。元々の色からは。アクリル塗料なんでね、もう軽く拭き取ってます。この辺はウェザリングカラーです。この辺ね、もう多分何も考えてないです。手が勝手に動いてる感じです。で、ここはね、金属感が欲しかったので、塗料がね、剥げた感じにしてみようかと。エッジのね、スレみたいな感じです。で、最後ね、ウェザリングマスターで、足元の汚れなんかを、表現しようと思います。で、トップコートね、その後しています。とりあえずできました。ちょろっとね、見て終わりたいと思います。前とだいぶ雰囲気変わったと思います。どっちがいいかはわかんないんですけど、こんな感じです。今回はね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。